はい、皆さんこんにちは。岡木の岡ひろゆきです。本日も動画を見ていただいてありがとうございます。いつも応援していただいてありがとうございます。今日はですね、ジベレリン処理から2週間程度経った温室栽培のハウスの中におります。でこちらシャインマスカットなんですけれども、ジベレリン処理後だいぶブドウっぽくなってきたかなと思います。ただまだね、この段階ではまだ粒がねたくさんあるので、今日の作業でもっとねシャープなかっこいいブドウに仕上げていきたいなと思います。でジベレリン処理の効果をせっかくなので比較していただきたいと思うんですけれども、これがねジベレリン処理をやったブドウです。どうですか？まあ大きくなってると思うんですけれども、一方ねやらなかったもの、これがねジベレリン処理やってないものなんですけれども、どうですか？なんか大きさ全然違うのって分かりますかね？一粒の大きさで比較すると、これがねジベレリン処理やったものです。でこれがねやらなかったものです。これだけね差が出るっていうことを分かっていただけたのかなと思います。ジベレリン処理もねとても大事な作業なので、これをやるとやらないのでは現段階でこれだけ違うので、最終的な完成っていうのも全然違くなります。一般に流通しているというものは全てねジベレリン処理をやって種なしにして、さらにね粒一粒一粒大きくジューシーに仕上げている。本日はですねこの後の工程ということで適流作業というのを行っていきます。こうしたねハサミを使ってブドウ一粒一粒を間引いていく作業になります。こちら目的としてはですね、これからどんどんまた粒大きくなってきますので、今の段階の混み具合だと粒同士が潰し合ってしまいます。それをなくすために粒と粒の間隔を空けて空間を作っていくっていう作業になります。あともう一つがですね、とてもねシャインマスカットジューシーさが売りなので、よりねジューシーになるように一粒一粒に栄養を凝縮させるために数の方を制限していくっていう作業になります。だいたい一般的には35粒から40粒程度を残していくっていうような形になりますが、地域や農家によって考え方は全然違いますので、今回はですね私が普段読んでいるシャインマスカットの栽培技術という本があるんですけれども、こちらの適流のやり方、それを参考に皆様にご紹介していきたいなと思いますので、ぜひご覧になっていただければ幸いでございます。では実際にやっていきましょう。はい、では実際にやっていきましょう。まずこれがねジベレリン処理をした後のシャインマスカットです。まず初めにやることが長さを揃えます。これはねこれから完成にあたってどれくらいの大きさにするかっていうのを決める作業になります。だいたい9センチ程度目安に作っていきます。ですので上がいらないですね。これでだいたい9センチになりましたので、これから実際に適流作業の方を行っていきます。まずですねこのブドウ全体を3段に分けます。上段、中段、下段と分けます。それぞれ抜く粒っていうのがそれぞれ違いますので、そういったところを意識してやっていきます。まず上段については上の空間を埋めますので、一つの軸ですね、これから4粒から5粒程度残して切っていきます。特に下向きっていうのは潜ってしまいますので落としていきます。そうですね、だいたい一つの、この軸に対して4粒から5粒程度を残していきます。で続いて中段ですね。中段はだいたい3粒程度残していきます。これは上向きと下向きっていうのを中心に切っていきます。で最終的な出来上がりっていうのが40粒程度にを目指して作っていきます。最終的な出来上がりで40粒程度っていうのはどういう基準かって言いますと、シャインマスカットですね、1粒だいたい10から 15g 程度、1粒の重さが最終的にはなりますので、それで40粒っていうとだいたい400から 600g 程度ということで、よくねスーパーですとか贈答で売っているような一般的なシャインマスカットの重さになります。でこの重さがですねあまり大きすぎると糖度がね上がらなくなってしまうっていう弊害ありますので、木にね負担をかけすぎないような適切な重さっていうことで、その重さになります。で中段は横をだいたい3粒程度残して切ります。一番下はですね2粒か1粒で下に向かって残していくと、最終的に粒が大きくなった時に綺麗に空間が埋まって卵型になるというような形で作っていきます。でシャインマスカットですね、切った後のこの角っていうこの切り残しがですねこれからどんどん大きくなっていくと粒をね潰してしまうことがあるので、この辺も綺麗に切るようにしていきましょう。だいたいこんな感じですね。房の形によってね本当切り方っていうのは千差万別なんですけれども、だいたい上段が多めに残す、で中段は少なめに残す、で下は下の空間を埋まるようにしていくというような形でやっていただければと思います。はい、ではこちらもやっていきましょう。でまず3分割をして、まず長さを整えますね。だいたい9センチぐらいですので、ちょっと上と下が長いですね。でこれで9センチに整えます。その上でまず上からですね、上のものについてはだいたい4粒ぐらい残すっていうことですね。で下向きを特に中心に落としていきます。
で一番下の方ですね、下の方は2粒程度ですね残して、最後逆三角形になるような形を意識して作っていきます。こんな形ですね。ブドウによってね、様々な形ありますので、それに応じて形を整えていくんですけれども、基本的には上段については上が埋まるようにちょっと多めに残す。で中段については横に出ているもの、上と下に出ているものを切って横に出ているものだけ残していく。下は最後逆三角形になる、卵型になるように下部分もですねちょっと多めに残すっていうような形です。長さと粒の数ですね、そちらを調整して最終的な出来上がりっていうのを目指していきます。では実際に作業しているところもありますので、次ご覧になってください。はい、では適流からですねしばらく経ったブドウの状態を見てみましょう。先ほど適流した段階ではかなり隙間があったんですけれども、徐々に埋まってきているのがね分かるかなと思います。まだまだね、ブドウ自体これからどんどん成長してきますので、これからさらに、ブドウの隙間の方が埋まっていって、最終的な完成形には綺麗な楕円形に、なることを信じて作業の方をしていきます。いかがでしょうか。ここにあるだけでもたくさんのブドウがあるんですけれども、こちらすべてですね適流作業の方をして、おります。このようにですねとてもね技術のいる作業なんですけれども、一粒一粒作業の方をしております。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。本日適流作業ということで、皆様にお伝えさせていただきました。このようにですねここのハウス見渡すだけでも5000から6000房程度ブドウあるんですけれども、その全てを一房一房このように作業を行っております。ぜひですねスーパーですとかいろいろなお店でねブドウを見かけた際には、農家でねこのような作業をしているんだっていうのを知っていただければありがたいなと思います。実際にですね購入したブドウも中の方を見てみると切った跡あると思いますので、ぜひですねブドウの作業の様子を思い描きながら召し上がっていただければとてもありがたいなと思います。本日は動画を見ていただいてありがとうございました。これからもブドウ農家のことですとかブドウの栽培技術お伝えしていきますので、これからも応援の方よろしくお願いいたします。はい、おかきの農家ひろゆきでした。ありがとうございました。バイバーイ。